猫のお散歩。今回は滋賀県の白髭神社。琵琶湖の中に鳥居が立っていることで有名で、創建以来2004年の歴史を誇る近江最古の大社とのこと。社記によると、第11代推認天皇の25年、推認天皇の第4王女大和姫の命が社殿をご創建とあるようです。ちなみにご再建である可能性もあり、だとするとさらに歴史が古いという可能性もあります。ご祭神の猿田彦の命は天孫降臨の際にニニギの命ご一行の道案内をされた神様で、故に導き道開きの神として知られているんですが、こちらの神社でお祭りされている猿田彦の命は白髪で白いひげを蓄えたご老人のお姿ということで、それが社名の由来になっているのだそうです。ご利益は延命長寿をはじめとして、縁結び、子授け、福徳開運、城塞承福、商売繁盛、交通安全など、人の世のすべての導き、道開きの神として信仰されてきたということのようですね。この拝殿の奥にある本殿は国の重要文化財。現在の社殿は豊臣秀吉の遺命を受け、秀頼公の寄進により慶長8年1603年に建立。本殿は檜皮葺きで入母屋造り、桃山時代特有の建築ということのようです。本殿の前の拝殿は明治12年1879年の建築で、その際に本殿に接続されたようで複雑な屋根形式になっているので、じっくり見てみてくださいね。ちなみに白髭神社を象徴する琵琶湖の鳥居ですが、大昔から白髭明神前の湖中には鳥居があったと伝えられ、室町時代の屏風絵近江名所図や江戸時代に描かれた当社の縁起絵巻にも湖中の鳥居が描かれているとのこと。その後もずっと継続して存在したのかは分かりませんが、昭和12年1937年、大阪の薬問屋小西久兵衛氏の寄進によって建てられ、現在の鳥居は昭和56年1981年にこれを建て替えたものということのようです。で、こちらの鳥居、とっても景色がいいですが、道路は交通量が多く渡るのは危険ですので、こちらの近江白髭台、こちらからご覧ください。社務所も昭和8年の建築で、当時の粋を集めた建築物で、平成14年3月に文部科学省より国の登録文化財に指定されているようです。境内には若宮社をはじめとする多くの摂社もありますので、お参りされると良いでしょう。ではお参りしましょう。では御朱印を授かります。てってれー。ということで今回はこれまで。次回もまた見てくださいね。